き回っています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はトラックボールカーを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新技術を使ってさらにいい感じに動かしてみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはどんな方向にも自由に回転できるボール部分を作ります。ベアリング一つだとぐねっとずれてしまいやすいので、一つの回転軸につき二つのベアリングを使っていきます。こんな感じで長さをしっかり測ってちょうどいい大きさの物体を作ったら、黒さんの非接触接合器を使っていい感じに間を空けて接着して2つのベアリングにくっつけます。これで回転軸が2つできたので、あと1つです。間を離したガーリーをうまく使ってこんな感じで3軸目を作りました。早速固定を解除して動かしてみると、おっと、一番内側の軸がうまく接続できてないみたいです。間を離したガーリンで接続し直したら、もう一度固定を解除して動かしてみると、うまく3軸がフリーになって自由自在に回転しています。これならボールの軸として機能してくれそうですね。そこでこの仕組みを動かしながら10センチ四方のゴムの板を球状に貼り付けていきます。中身の部品に接触しそうだったので、軸の付け方を変えて外見を大きくしています。こうやってバラバラにつける方法ではなく、軸をある程度固定してまとめてくっつけた方が効率がいいですが、今回は動力伝達にも使う部品なので、ぶつかって壊れないように、ある程度大きい部品で統一したくて、このやり方にしました。それなりに時間がかかりましたが、よし、貼り付け終わりました。結構ガタガタですね。固定を解除して地面を転がすと、ちゃんと自由に転がっているのを確認できました。これでボール部分ができたので、これを組み合わせてトラックボールカーにしていきます。組み立て方はシンプルに、下に3つのボールを置いて、そのすべてのボールに接触するように、上にボールを設置します。とりあえずこの状態で、地面に置いてみると、一番上のボールの回転が、タイヤの動きに連動しています。これなら上に乗って足で回しても、ちゃんと操作できそうなので、上に私の体を囲む運転席を追加したら、掴んで操作するためのハンドルと LED のライトもつけました。太陽電池を接続して常時点灯にしています。よし、これでできたので、早速乗ってみましょう。すると、なるほど。ちゃんと動いてはいますが、動きが途中で止まってしまいます。なんだか引っかかる感じがするんですよね。そこで試しに、後ろ2つのタイヤを少し離して接続することで、前のタイヤだけを回すようにしてみましたが、これだとうまく動かないので失敗でした。そこでシンプルにハンドルの位置を持ちやすい高さに調整すると、自由に動き回っています。まだ若干引っかかる感じはありますが、私が進もうとした方向に動いてくれています。普通の車と違って真横や斜めにも動けるのがいいところです。これでようやくトラックボールカーは完成です。しばらく走って走行性能を見てみると、速度はかなり遅いですし、少し坂道になった場所も進むことができませんでした。走るのは苦手みたいです。今度はカメラの位置を固定して旋回性能を見てみると、スピードが遅い代わりに旋回はスムーズです。そもそもどんな方向にも動ける
旋回は不要かもですね。今度は私の視点にして速度を測ってみると秒速 1.5 メートルほどとかなり遅いです。それでもうまく足の動きと噛み合えば秒速 2.5 メートルくらいまで出ました。それでもかなり遅いですね。とりあえず自由自在に動けるのでよしとしましょう。それでは最後は平らな地面のワールドに移動して行けるところまでドライブに行きましょう。でも速度が遅すぎてグリーンスライムに攻撃を受けてしまっています。そのまま自爆ドローンやグリーンスライムにボコボコにされてついには運転席が壊れてしまいました。ここでドライブは終了ですね。それでは人力のドライブは十分楽しんだのでスライムを召喚して燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたトラックボールカーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー